はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。もうそろそろ暑くなってきましたね。夏が近づいてきました。アイスコーヒーの美味しい時期ですよね。今日は、時々皆さんから質問をいただく、なぜ私が動画の投稿を始めたのかということについてお話ししたいと思います。ちょっとそのお話をするにあたってね、私が今まで何をやってきたのかというのをちょっと自分でね初めて全部まとめてみましたなのでなぜ特にYouTube 始めたのか、そしてこれからどうするのかという今後のこととかもお話ししたいと思います。まずなぜ YouTube 始めたのか、一言で言うと自分の分身が欲しかったからです。どういう意味なのかというのはこれからちょっと説明をします。私が最初に動画を投稿したのは2019年の11月です。ここでひらがな、カタカナの書き方とかその音とかについて説明をする動画を投稿しました。それが最初です。もう随分前になりますね。そこからずっと割とコンスタントに動画の投稿をやってきました。でそのきっかけはですね、その前に遡ります。2017年まで日系企業の中の教育担当として中国で働いていました。そこで社内の社員向けの日本語教育を担当していました。で会社で教える以外にもSNS での発信というのもしていて、そこでは日本語の勉強に役に立ちそうないろんな内容とかを公開していました。でそうやってオンラインでいろいろ公開していると、先生マンツーマンで教えてほしいんですけどっていう連絡をね時々もらったりしていました。ただ当時私も会社員で毎日仕事もあったのでそれにね全部対応するっていうことが難しかったんです。で正直ちょっとねそれ答えられないというのも残念に思っていました。でその後、2017年に帰国して、その後はフリーランスとして教えていたので、ある程度マンツーマンのレッスンというのをすることができるようになりました。ただそれでもやっぱり限界はありますよね。私のその一人のね一日に働ける時間というのはもう制限があります。そして、同時にその会話の授業をしてたんですけど、授業の中で文法について質問されるということも結構ありました。この文法どういう意味なんですか、どうやって使うんですか、例文を教えてくださいとかね。で正直に言うと私はせっかくこのネイティブのね、自分でせっかくというのもなんですがネイティブの日本人と話す時間があるのだから、できればその授業の時間はたくさん日本語を話したり聞いたりするのに当ててほしいなって思っていて、でそういう文法のこととかはね、できればその自分で調べられたらいいなとか思っていたんです。で、その時になんか自分の分身として動画があれば、私が文法を解説する動画があれば、その生徒たちが授業の前とか後とかにちょっとそれを見返して、予習とか復習とかできるかな、そしてわからないところを調べられるかなって思ったんです。それで動画のね投稿を始めました。今だったらチャット GPT とか、ジェミニとかいろいろ便利なものがあって、でわからないこととかもね会話の形で聞いたら結構高い精度で答えてくれますけど、当時はまだそういうのがね普及してなかったので、動画でネイティブの日本語を聞きながら文法も勉強できてっていう動画があるのがいいのかなと思って、でそれで始めました。それで2019年にとりあえず何を投稿していいかわからなかったので、最初はひらがな、カタカナというのから始めました。実は私 YouTube をね当時全然見てなかったんですよ。多くても1ヶ月に2回とか3回とかそんな程度でしたね。1週間に1回も見ないっていうそういう感じだったので、まず YouTube どうやって使うのっていうところから始めました。でその時に初めて三脚も買ったりとかして、で文法に関する内容をアップロードし始めました。そして、2020年の12月にチャンネルメンバー限定のライブ授業を始めました。
日本語をねこうチャット形式で書いて、練習をして質問があれば答えてっていう、ある程度ね双方向の、ライブ授業ですね。これは今も続いていて、もう今で142回実施しました。アーカイブもね見られますので、よかったら見てください。でこの時はねまだコロナが流行っていたので、家でずっと撮影をしていました。で2021年後半2020年初めぐらいから本格的に外で撮影ができるようになって、でこの段階で私はこう日本人の自然な会話を聞いてほしい、知ってほしいって思っていたので、外でね Vlog 形式の動画を撮り始めました。でもこの辺からねチャット GPT が普及し始めて、少しわからない単語とか文法とかね質問できるようになってきましたよね。そして2023年からは実用日本語シリーズを始めました。これは Vlog の中の本当に自然な日本人の日常会話をこう分析するような内容の動画です。で日本語ってその場面とか相手との関係性とかによってその会話の仕方ってこう変わりますよね。でそれがなぜこの場面でこの言葉を使うのか、どんな気持ちだったのかとかいうところまで日本人ですからそういうのは分かるので、そういうところをみんなに知ってほしいなと思ってこのシリーズを始めました。おかげさまで本当にたくさんの方に見てもらえていて、遠く離れた国の方でもね知ってもらえているので本当に嬉しく思います。そして、2024年からはあれこれシリーズを始めました。これはなんかVlog とか解説とかじゃなく、だらだらと今喋ってるみたいな感じで日本語で喋る動画があってもいいかなと思って始めました。なんか移動中とかねちょっと BGM に使ってもらえたらなという思いで始めました。という感じで最初のね投稿から数えると、今年の11月で7年になります。結構長いですね。もう本当にこんなに長く続けられるとは思っていなかったんですが、見てくださる皆さんがいて本当に嬉しく思います。いつもありがとうございます。そして YouTube 以外では2021年からインスタを始めました。そして同じ年に台湾の大新数据大新書局さんとコラボの講座もね販売を始めました。YouTube では割と簡単な感じの動画の投稿なんですが、このコラボの方はもうちょっと体系的にねしっかり学べるというような内容になっています。これはね今も販売されているので興味がある方はぜひ見てみてください。それから2023年はポッドキャストに初めて出演しました。面白かったですね。ティンティエンシャーという台湾のね番組でした。それからあとは AI アプリとオンライン会話クラスを組み合わせた講座というのも始めました。やっぱりチャット GPT の普及に伴ってそういうアプリもたくさん出てきて、一人でも会話練習ができるっていうそういうアプリと、私のオンラインの会話クラスを組み合わせたものですね。これはもう終了はしているんですが、これもね結構面白かったですね。たくさんの方が参加してくださいました。あとは同じ年2023年に留学クラスを始めました。実際に日本で会って対面の授業をするというものですね。これも今も毎年ね2、3回続けています。日本語を授業をやった後実際に街に出て実践するというものです。という感じで今までねいろいろやってきました。私新しいことを試すのが好きで、その時代それぞれねなんか良さそうなものをピックアップしてやってみてはいます。で、これからどうするのかですけど、いろいろやってきて今私が思うのは、これからはやっぱり人と人のつながり、そしてコミュニティがすごく大事だなということです。それで今年からはその学習のオンラインサロンというのを始めました。ことゆいサロンっていうんですけど、それを始めた理由というのも、今までいろいろやってきた結果ですね。その同じ趣味を持つ仲間に出会える、そしてある程度囲まれたこの安心できる環境の中で
仲間と交流して学びを深めていくというそういうような場所です。でこれは短期的ではなく、なるべく長く続けられるようにしたいなと思っています。マンツーマンレッスンは結構ね個人的な付き合いになりますよね。そして約束事も多い。何時から何時までやろうって言って絶対そこに来てもらうっていうちょっと縛りがあるような関係性ですね。そして SNS での発信はもっとすごく緩くて、正直そんな縛りも全然何もないですし、あとはその皆さんね、見てる皆さんは自分以外にどんな人が見てるのかっていうのも基本的にはあんまりわからない状態ですよね。私もその皆さんが実際どんな方なのかっていうのはちょっと分かりにくい部分が多いです。その間にあるのがコミュニティかなと思っていて、マンツーマンの授業ほど縛りとか約束事とかは多くない、そこまで親密じゃない。でも SNS みたいに誰かわからないっていうのでもないですね。そのコミュニティのメンバーっていうのはどんな人、どこ出身、どんな名前、どんな顔っていうのは分かる状態。この分かるっていうのがすごく安心できると思います。で、そんな仲間と一緒に皆さんの共通の趣味、その日本語を勉強するっていうことを深めていく、それができる環境、すごく安心して学びを深められるいい環境だなと思っています。なので、自分のちょっとプライベートの個人的なこととかもブログに書いてくれる人もいますし、あとは会話のレッスンの時間とか読書会とかの時に誰々さん久しぶりってメンバー同士でね仲良くなってたり、先週東京行ってたのどうだったとかね、そういう個人的なこととかも話せたりして、すごくいい関係が作れてるなって思います。なので、今後ねその SNS の発信っていうのももちろん続けてはいくんですけど、もうちょっと自分の時間をそのコミュニティを作るというところに当てたいなと思っています。という感じで、今日は私がなぜこういう動画の投稿を始めたのかという理由、きっかけと、あとはこれからどうするのかっていうことについてお話をしました。はい、皆さんはいつから見てくれていますか？ぜひ私何年から見てますとか、最初から見てますとか、1ヶ月前に知りましたとか教えてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。